世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたちのような方になるとですね、日々どんなことをしてるんだろうと、すごい気になったわけです。さっきの左右飲まれるんだっていうところがあったんですけれども、ヨグマたちがこうヨグマたちであるために、こう保つためにこう日々意識されている自分のルールだったり、ルーティンだったり、そういったことがあったら。だからまあ私は自由な人なんで何のルールもないんですけれども自分を縛らない。原稿がこう忙しかったら徹夜するとか。未だに徹夜されるんですか？そうですね。最近また原稿が忙しくなっちゃって。原稿ですか？それでちょっと短い時間精神統一して寝ないでまた充電してまた原稿書くみたいな。たくさん寝るとかそういうことはしないんですね。寝なくていいように。でもまあ最近ねやっぱり寝た方が肌が綺麗になるからなんて思うこともあって、自由自在にね、だから大変とか思わないで、うっかり忘れてあえて原稿アメリカの原稿書いてくださいとか言われて。語学はこう何語とかをご堪能でいらっしゃる？いやそんなに英語はまあ自由自在に、まあ伝えたい気持ちがすごい強いのでそれブロックなのかもしれないけれどもそれ意外に通じたりしてやってるんですけど、まあもうちょっと勉強した方がいいんですけどね。だからまあ度胸だけはあるというか。度胸ですか？そう外国行ってこうセミナー受けたりねしてやってたんですね。だからこう日本で流行る前のね、そういうセミナーとか結構受けてたんですよ。そうですか。まあちょっとそんなに有名でもないんですけれども、日本やっぱしいろいろなね公共のデパートとか新聞社とかでヨガの先生してた時代があるんですね。海外行ってその最先端のね学問をね学んで、本もね意外に容量が良くて目次読んで終わりみたいになっちゃうところがある。目次？大体わかるみたいな。本当ですか？終わりと始めにみたいな。せっかちなのかもしれない。こう読んでられないっていうかね。それからねやっぱり人の真似したくないから読まないんですよ。自分のこう湧き上がるもので書いていくっていうか。なのであえてもう他のものを入れないんですね。自分の湧き上がってこう気づいていくっていうことで。人の知識を入れないっていうか自分で分かろうとする。例えばその感謝っていうことにねついてそれが本当にどこに書いてあるかっていうのをね探すだけで本屋さん行って疲れちゃうじゃないですか。自分で分かった方がいいでしょ。そういう書き方じゃないんですよ私の本の書き方は。自分で気づいてだから書けちゃうのたくさん。本が何冊でも書けちゃうの。だから何か読んで感じてとかって言ったら時間がかかるじゃないですか。だから時間がかかることやらないんですよ。だからこうおしゃべりも浮かんだことしかしゃべらないから予習をしないんですよ。行き当たりばったりみたいな当たって砕けろみたいなところがあるんですよね。最小限の力で省エネでね最大の効果っていう、ところで、だからね本当に筋肉がないんですよ。筋肉とか無駄につけないみたいな感じで。やっぱヨグマたちが筋トレされててもちょっと想像がつかないところはあるんですけども。神頼みっていうあるでしょ。苦しい時の神頼みみたいな。その神様の力っていうのは無限の力なのね。そこにアクセスしてバッと。いや本当は筋トレした方がいいんだけどビデオ撮られる時こうね綺麗な顔になった方が筋トレした方がね多分ね。ヨガダンスっていうのをしてた時代があったんですよ。いやその時一番美人だったの。誰だかがねなんか女優さんみたいですねって言ったんですよ。だからその写真を見てやっぱ今たるんでるんだって思ったからなんかねダンスっていうのにちょっと凝っててこう体が自由に動くっていう快感、そういうのにちょっととらわれてた時代があったんですよ。セクシーですね。セクシーじゃないですか。
やでもまあちょっとこれ35歳ぐらいかな。34。僕と同い年ぐらいの頃の。いや僕親近感が。それくらいね。こっちはもっとする。これ女の子がこれモデルの女の子がこれやって。これは私じゃないんだけども、私の弟子なんだけど、こういう本を書いたのね。だからこれは私のプロフィールで。だからこの頃筋トレではないけど体操してたから、ちょっと引き締まってたかなって思って。2人分くらい。ダブダブっていうか、ほらこれも。貫禄がある洋服着てるんだから、これは本当に。今こうされても僕らちょっとおーってなっちゃうんで。そうだよね。やっぱ時代に合った。まあでも可愛いでしょ。美人です。だからこれさっき筋トレの話したから、この頃は最高にそれでもまあちょっと引き締まってたかなってちょっと。でそれから今度はほら神と一体になるっていう修行だから、ゴミをねこう焼いちゃうって。まあこれもゴミを焼いてるんだけども、動かして焼くっていうの。これ動かさないで焼くって。こう源にダーッと帰っていく。鯉の川登りとかあるでしょ。こう魚が。だからこう源に帰っていくっていうのは逆流していくわけじゃないですか。でもものすごいエネルギーが必要なんですよ。でエネルギー貯めといてバッていかないと。でみんな日常的に使って目で見て使って耳で聞いて使ってね、人の話で心配したりとか、それ全部もう何の心配もない。でみんな日常的にねエネルギー漏らしてるわけですよ。だからこう漏らさないってこういうふうにやってこうやってこうやって目を閉じて耳閉じてこう全部漏らさないみたいな。でちょっとこう目を押さえて、これでこう鼻を押さえて、これ象徴的にこうやってで耳を押さえて、ちょっとまあ風船のようにふーっとみんな漏れてるからしぼんじゃうわけですよ。エネルギーを自分の中に溜め込むことができるんですか？そうですね。危ないからやっちゃいけないんだけど、ただ毒が溜まっちゃうから、まず毒を取ってからじゃないと。そういうことですか。毒が活性化してこう中毒になっちゃうから。危ないじゃないですかそれ。だから教えない。そういう見えない毒がいっぱいあるわけですから、見える毒だったらこう避けようと思うけど、避けられないわけでしょ。で今度は自分の中に毒があったら困るわけだ。だから自分の中の毒があるんですよ。それみんな人の毒ばっかチェックしてるの。そうかもしれないですね。だから自分があるからです。戻ると、自分のルールはないということですね。まあだからいつも愛の人でいるっていうか、まあ、皆さんを幸せにするために遊ばない。遊ばないだからさっき言った漏れないように。なるほど。仕事をするのも多少漏れますけどね。皆さんがこう私からこうパワーをいただいてね、幸せになっていくのにね、だからいつも愛の人でいるって、みんな平和な人。